こんばんは。おやすみジャパニーズチャンネルのともです。暑い夏の夜にはいつもより少し怖いお話もいいですね。暗い部屋で名前を呼ばれても返事をしないでくださいね。それではお聞きください。耳なし法一。昔昔あるお寺に法一という男が住んでいました。法一は目が見えませんでした。しかし琵琶を弾きながら昔の戦いの話をするのがとても上手でした。ある夏の夜、法一が一人でいると、外から声がしました。法一、門の前には鎧を着た武士が立っていました。私の主人があなたの琵琶を聴きたいと言っています。法一は武士について行きました。しばらく歩くと、たくさんの人の声が聞こえてきました。昔の戦いの話を聞かせてください。法一が琵琶を弾きながら話すと、あちらこちらから泣く声が聞こえました。次の夜も、その次の夜も、武士は法一を迎えに来ました。寺の和尚は心配になり、法一の後を追いました。
法一がいたのは暗い墓場でした。古いお墓がたくさん並んでいました。そこには人の姿は一人もありませんでした。法一はお墓の前で一人で琵琶を弾いていました。周りには青白い火が浮かんでいました。和尚は法一をお寺へ連れて帰りました。和尚は法一の体中にお経を書きました。今夜は呼ばれても返事をしてはいけません。その夜、法一、また、あの武士が来ました。法一は返事をしません。ガシャン、ガシャン。鎧の音が少しずつ近づいてきました。その音は法一の前で止まりました。法一は息を止めて暗闇の中でじっと座っていました。お経が書かれた法一の体は武士には見えませんでした。武士は言いました。法一はいない。だが、耳が二つある。耳だけにはお経が書かれていなかったのです。武士は法一の両耳を取りました。そして暗い夜の中へ消えていきました。朝、和尚が戻ると、法一は血を流して倒れていました。
それから人々は法一を耳なし法一と呼びました。夏の夜、誰もいないお墓の方から琵琶の音が聞こえるかもしれません。今日のお話はいかがでしたか？少し怖くなった方は、今夜は早く眠ってくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。法一。